金子でございます。ということで、今日なんですけども、昨日ふと思ってね、タコがうまい時期だったって。夏場はタコが最高にうまいんですよ。で、タコはね、タウリンがたっぷり入ってますんで、食べるとすごく疲れが取れます。特に俺は疲れてねえけど。なんで今日はタコ行きたいと思います。ということで、タコ買いに行ってきます。絶対売ってると思うんですよ。よし、到着しました。今日はね、クーラーボックス持参でございます。やっぱタコはね、生きたまま持ち帰らんとあかんでね。アルコールシュッシュと。こっちですよ、こっち。いましたね、タコ。なるほど、こうネットに入って、こうやって発泡スチロールで浮かしてあるんですね。こう値段も書いてありますね。でね、アサリとかタコとか、こうやってネットで売られてる魚全般なんですけど、買うときに、こう、ネット持って確認したいんですけど、これ絶対やめてくださいね。ネットに入ってる魚とか貝類って、ネットからこう出しちゃうとすごい弱っちゃうんで、買うやつをここで見定めてから、必ずネットを上げる。これやってください。で、ここにも注意書きありますけど、タコが水を吹きますので注意してくださいと。小さいとこだとこう1000円とか、大きいとこだと一番大きいのだとこの4100円ってやつ、これ多分相当大きいね。まあ、今日せっかくなんで大きいやつ行きたいですね。これいきますか。タコがいいの入ってるじゃないですか。今年どうですか？よう取れてます？最近取れとる。最近取れとる、よかった。じゃあ今日タコもらおうかな。タコの一番大きいこの4100円ってやつ、これをください。これちょっと水入れたってお母さん。おー、でかいな。いいサイズ。はい、ありがとう。変王寺は今市場に仕入れですね。で、お母さんとこと。お母さん、お久しぶり。元気なかなか来れんでね。そう。ありがとう、なかなかまた買いに来るわ。こういうね。これね。これお母さんのところで育ったやつ？魚の肥料で。めちゃめちゃこれは、ないキュウリよ。なんか催促しちゃったみたいじゃん、ほんと。やった。大きいキュウリね。ちょっと変わってるね、それ。ね。うわぁ、これ、朝どれのキュウリはね、うまいでね。ありがとう、お母さん。前よ、ありがとう。お母さん？うん。もういいんだけどな。ありがとう。いいの？本当に？悪い、いいのにな。うん。ありがとう。いいの？お母さん。ありがとうよ。ありがとう、お母さん。また買いに来るね。ありがとうね。おし、来た。入れてくれてある。よっ。おー。バッチリですね。じゃあ帰りましょうか。急いで帰って調理しよう。ただいま。じゃん。マダコっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。マダコ。っていうことでね、買ってきましたよ。タコが食べたいと思って、この状態のタコがすぐに手に入るのは、やっぱ漁師町ならではだなと思いますわ。これは1キロ以上あるな。ちょっと測ってみますか。ざる置いて、いきましょう。お、1393g ですね。網とかの重さ抜いても、1.3 キロぐらいですね。1キロアップの大タコですね。で、今日はこちらのマダコを使って、僕がお寿司屋さんで見かけると絶対頼む一品物、タコの柔らか煮を作っていきたいと思います。めちゃくちゃうまいんです、あれが。ちょっとゆでだこも食べたいんで、2、3本ゆでだこも作りましょうか。じゃあまずはね、これ、締めていきましょう。まずは網から出すと。うわ、すごい気がいい。わ。すごいな。じゃあ、頭落としていきます。いきます。はい、これでね、一発で締まります。色がこう、さーっと白くなるの分かりますかね。で、この頭はまた後日、さばいて食べたいと思います。さて、頭が取れたら、もうね、動きません。でも吸盤はまだまだ元気ですね。で、タコは吸盤が規則正しく揃ってるものがメス。で、不規則なのがオスって言いますね。いて。まだすごい。元気。いて。はい。そしたら、ここにくちばし、トンビですね。イカにもついてますね。タコにももちろんあります。このくちばしを取ります。これは要するにタコの口です。牙。はい。そしたら、タコの仕込みで一番大事な工程、塩もみをしていきます。これをしないと、タコはものすごく生臭いです。なので、どんなタコでも塩もみはしましょう。特に鮮度がいいこの生きた状態のタコっていうのは、
ぬめりがなかなか取れないんですよ。なんでぬめりを手っ取り早く落としたい人は、このタコを一度冷凍しちゃう。で、タコとかイカは冷凍しても味が落ちにくいです。なんならタコに至っては冷凍した方が柔らかくなります。なのでタコって冷凍すると一石二鳥なんですよ。柔らかくもなるし、ぬめりも取りやすいと。でも、新鮮なやつを茹でないと、タコのコリコリ感っていうのは味わえません。僕はタコのコリコリ感の刺身が好きなんでね、冷凍はしません。この生きたまま塩もみをしていきたいと思います。そしたら塩を入れていきます。粗塩をたっぷり入れて、このぐらい。で、揉む時に注意事項なんですけど、あんまり長い間塩揉みすると、タコの身に塩が入りすぎちゃうんですよ。なので、力強く素早くいきましょう。いきます。うわ、すごい元気だな。これはお酢だな。この吸盤が不規則についてますよね。こいつはお酢。だんだんと塩にとろみがついてきます。ほら、これわかりますかね、このトロトロ具合。ただひたすらもうマッサージです。ほら、だんだんととろみも強くなってきました。このとろみっていうのがタコの表面についてるぬめりです。で、こう裏向けてタコのね、足の隙間、こういうとこですね、こういうところを見落としがちなんで、ちょっと意識してこうやってこすってってください。こういう感じでひたすらやっていきたいと思います。はい、こんな感じ塩もみできました。で、塩で揉むとちょっとタコ縮みますね。トロットロです。で、一度水洗いします。はい、綺麗に塩もみできました。そしたらこれを半分に。で、こっちはボイルで。で、こっちは煮だこでいきましょう。で、煮だこの方は1本ずつ切ります。で、こんな感じ。よし、そしたらタコ茹でていきましょう。ほんで、お湯にお酢ですね。酢を入れると茹で上がりの色がとっても綺麗になります。で、それと同時に臭みも取れますんでね。お酢を入れます。で、今日はね、お茶っ葉も入れてみようかなと思います。このお茶っ葉も色を良くする効果と、あと臭みを取る効果、そして柔らかくする効果もあるんですって。酢かお茶っ葉どっちかでいいと思うんですけど、今日は両方入れてみたいと思います。で、お茶っ葉もこのまま入れちゃうとバラバラになっちゃいますんで、必ずお茶バッグに入れましょう。こんな感じで、ポチョンと。もう一個入れましょう。よいしょ。はい、これで沸騰させます。そしたらお湯沸かしてる間に、今日もう一つやってみたいことがあるんですよ。大根でタコを叩くと柔らかくなるらしいんですよ。大根に入ってる成分、アミラーゼがいい感じにタコの筋肉を柔らかくしてくれるんですって。嘘みたいですよね。なんで柔らか煮の方だけ大根で叩いていきたいと思います。なんかこれ大根で叩く意味あんのとか思うんですけどね。さてさて、じゃあ20分ほど叩きました。なんかすげえ柔らかくなったの分かりますね。こう叩いた方と叩いてない方全然違う。すごい柔らかくなった。効果あるわ。そしたら沸騰したお湯に、まずは煮だこ用ですね。煮だこ用はもうさっと、もう湯引きぐらいでいいです。このぐらい。皮に火が通るぐらい。このぐらいですね。しゃぶしゃぶと。このぐらい。で、氷水にポンと。すげえお茶っ葉のいい匂いがする。こんなもんですね。そしたら次は、吸盤の中にね、こういうゴミが入ってますんで、串で一個一個取っていきます。こいつは割と綺麗だな。うん、こういうのですね。こういうゴミがね、入ってますんで、これをチュン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 取っていきます。これを取らないと煮だこにした時に見栄えが悪いのでね、ちょっとめんどくさいんですけど、ここは丁寧に手を抜かず、しっかり取っていくと。これで煮だこ用のタコの仕込みの完成。次はゆでだこ。ゆでだこはこのままダイブ。先っぽからちょん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 として、フリ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 、ポチャンと。で、タコの茹で加減なんですけど、好みですね。硬いのが好きな人はしっかり茹でるし、で、ちょっとレアっぽいのが好きな人は、もう本当に1分2分とか、あんま茹ですぎるとね、硬くなっちゃいますんでね。で、このぐらいの大きさのタコだったら、もうほんと沸騰したお湯で、どうだろう、3分ぐらいでいいんじゃないかな。この根元が一番太くて火が入りにくいんで、この根元まである程度火が通ったら OK ですね。今日のタコ新鮮で生でも食べられる鮮度なので、そこまでしっかり茹でなくてもいいのかなと思いますよ。はい、3分ほど茹だりました。綺麗な色ですよね。粗熱を取ると。よし、じゃあ茹でたてをいただきましょうか。うわ、柔らか。まずぶつ切りと、これね、タコぶつ。うわ、ちょうどいい茹で加減ですね。あとはスライスでいこうか。で、こうやってね、包丁をギザ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 とやりながら切ると、こうやって波打ったような切り口になるんですよ。舌触りが良くて、
であとね、タコが柔らかくなります。ちょっとお高いお店でタコの刺身とか頼むと、こういう切り方されてますよね。こんな感じ。じゃあちょっといただきます。うめえ茹で加減バッチリです。多分今までで一番うまく茹で上がりました。で、味も濃くてうまい。やっぱ今の時期のタコは最高だわ。で、タコは茹でたてが一番うまいな。もうこれは間違いないね。はい。そしたら、じゃあ、柔らか煮を作っていきましょうか。先ほど湯通ししたタコですね。で、タコと一緒に大根も煮つけていきます。大根と一緒に煮ると、さらにタコが柔らかくなります。なんで、すげえ柔らかくなるんじゃないかな。圧力鍋だし、大根も入れるし、しかも大根で20分叩いてますからね。どれだけ柔らかくなるか楽しみですね。まあ、大根の切り方はお好みなんですけど、僕はちょっと大きめに、このぐらいに切ります。こう切って、で、面取り。で、ちょっと切れ込みを入れると。これで大根の仕込みの完成。そしたら次は煮だれを作りましょう。水で戻した昆布だし。これを1杯、2杯。で、昆布も入れて、で、昆布だしを引きます。で、そこに本みりん。本みりんも、このぐらいですね。照りとコクを。ほんで、お酒。お酒もみりんと同じぐらいですね。1対1。濃い口醤油は醤油とかみりんの半分ぐらい。こんなもん。あんまりここで醤油入れすぎて濃く作ってもものすごく辛くなっちゃいますんでね。煮詰めてるうちに醤油は減ってきますんで、醤油の入れすぎは注意。次は甘みを入れましょう。甘みは今日はザラメでこのぐらい。一つかみ。で、いい感じに沸騰直前になってますんで、昆布を取り出します。はい、そしたらそこに大根。そして下処理済みのマダコ。これをポチョンポチョンと入れていきます。よし。そしたら蓋をして、で、圧力をかける。高圧で。そしたらこれで20分ほど火にかけていきます。さて、10分経過しました。ちょっとね、20分って言ったんですけど、20分やると長すぎるかなって思い始めてきちゃったんで、一回10分で開けてみますね。で、一度冷やして中の圧を抜いていきます。これね、中の圧を抜かずに開けるとえらいことになりますからね。一回やっちゃったんですよね。うわーどうしてんのこれそれはおもろいわ。さあ、圧が抜けたので開けていきましょうか。いいよ。おー、いい感じでございますよ。最高じゃないですか、これ。うわ、すげえプルップルだ。もうこれ以上やったら溶けちゃうんじゃないかなっていうぐらい柔らかいですね。そしたら一度これをボウルに入れます。で、これね、冷やした方が絶対うまいと思うんですよ。なんで1日冷やしたいと思います。で、冷やす前に熱々もちょっと食べてみましょうか。どんだけ柔らかいか。じゃあ包丁入れていきますね。よ、うわ、柔らかっすげえ。面白いぐらい切れるよ、これ。ほら。じゃあちょっといただきます。どうだ。わ、嘘でしょ、これ。ゼリー見て、めちゃくちゃ上手にできた。うまっ。根元まで柔らかい。でもちょっとまだ味がね、染みてないんで、やっぱり冷蔵庫で1日寝かした方が美味しいですね。それじゃあ1日冷やしたいと思います。はい、では1日経過しました。キンキンに冷えております。あんなにプルプルだったタコも、これカチッとしましたね。でも冷やしたことによってタレにとろみもつきましたよね。うわー、柔らかい。うん。とろとろ。断面もいい感じ。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。こちらがタコの柔らか煮でございます。
照りの乗り方、最高じゃないですか。で、こちらが、マダコの刺身と、タコぶつ。切り方が違うだけなんですけどね。ちょっとレアっぽい仕上がりですね。タコのお刺身からいきましょう。わさびも本わさびをすりました。たっぷり乗せて、で、醤油をちょんちょんとつけて、いただきます。おー、うまい。柔らかいです。やっぱりお茶とお酢を入れたことによって、かなり柔らかくなってますね。いつもお湯に食塩バッと入れて茹でるんですけどね、全然違う。柔らかいんですけど、程よく食感が残ってて、とてもうまいですね。料理屋さんってこうやって茹でてるんですね。料理屋さんで頼むタコの刺身の味がします。じゃあ次こちら。今日のメインですね。タコの柔らか煮。こちら、いただきます。うわー、うんめー。出来たてよりね、冷やした方が絶対美味しいです。うんめー。いい味付け。そして柔らかい。これね、小さいお子さんでもご年配の方も安心して召し上がっていただける。そのぐらい柔らかいです。次この大根。これもうまいんだよな。いただきます。震えるぐらいうめえ、これ。タコって、ちゃんと出汁が出るんだなって思いますよ。すごいタコのいい出汁が大根に染みてます。下べらで押し付けるだけで、スッてなくなる。うますぎます、これは。はい、ということで、今日はこちらのタコのお刺身と、タコの柔らかに溶きましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつ。こちらでいきたいと思います。キンキンに冷えております。もうね、触っとるのが冷たいぐらい。1度で冷やしておきましたんでね、1度ですから。ビールは1度で冷やしましょう。はい、こちら。今日は、こじゃれたグラスに入れてみました。9対1、いただきます。夏の贅沢って感じかな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はタコの柔らかに作ってみましたけども、めちゃくちゃうまくできました。すっげえ柔らかかった。本当にびっくりするぐらい。でももうちょっと圧力鍋で煮ればもっと柔らかくなったと思うんですけど、あのぐらいで良かったのかなと思いますよ。意外と簡単なので、ぜひやってみてください。で、注意するポイントは、タコの塩もみの時に、あんまり塩を入れすぎないことですね。タコの中に一回塩分が入っちゃうと、なかなかね、こう出そうと思っても出せませんので。なんで塩で素早くぬめりを落として、できるだけタコの身に塩が入らないように。それがポイントですね。いや、これはね、得意料理ですと言ってもいいレベルの美味しさでした。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。